ぱり売れるものっていうのと、うん、文学賞で評価されるものっていうのが必ずしも一致してるわけではないうんと思うんですよね。これ結構こうしっかりお伝えしたいなと思うのは、賞を取っているものがいい作品とも限らないっていうのもよくあるのは、直木賞を取ることが目標にどんどんなっていくことも多いんですよ。そして一番は賞に飲まれていくのは編集者が飲み込まれていくんですよ。そうなんですか。飲まれていきますね。やっぱり担当してる作家さんの作品を賞を取らせたいって気持ちがある。それはありますね。この藤田真央、そして宮島みなとくれば、才能とは何かって話をぜひ伺いたいんですが、編集者として才能ってどう思われます？いやこれ本当に。はい、ということで黒岩さんというか安野さんのなんかパートナーというかありがとうございます。はじめまして、よろしくお願いいたします。安野さんとは本当にもう随分ご一緒してるんですが、まず都議選でのブレイクはご本人としてはどういう？いやブレイクって言うとあれですけれども、もう最初安野が、都知事選出るって言った、言ったと言いますか、最初は私の方から半分けしかけてたところがあるんですけど、なんかもう遠いところに来たなという気持ちがありますけれどもね。なんか全然本人は考えてなくて、でなんかご提案したら次の日には出るって言ったっていうことですが、なんかもともと経緯はちょうど衆院選の補選があった時に、でその時に、今のデジタル民主主義の種みたいなことを安野も言っていて、選挙期間中っていうのをただ一方的に喋るだけじゃなくて、みんなの意見を議論できる場にすればいいのにっていうのは本人が言ってたんですよ。そんなに言うなら出てみなはれっていうことを言った結果、翌日に分かった、どうせ出るなら都知事選だなって言って出てきたので、マジかと思いマジかと思ったマジかと思いましたね。いやさすがにマジかと思いましたよいや言ったもののマジかと思いましたね。オバマが出てきたきっかけが民主党大会で応援演説したからだったじゃないですか。なんか黒岩さんの手方もちょっと似てて、あれ正直めっちゃ才能あると思いますけどね。政治家としてもそのあたりどうですか、自己認識。でもあれよく言ってるんですけど、多分あれが結構拡散していただいたのは、素人のカラオケが受けるっていうのと同じだと思うんですよ。なんかのど自慢大会切り取られたら、なんかたまたまちょっとあれだったから受けるっていう、あれがなんか政治家ですって形で出たらもう全然違うので、私も素人カラオケ意外となんとか聞けた現象だと思ってるんですけど。そうなんですそんなわけで世間に認知された黒岩さんですが、編集者、文芸の編集者ってことで、最初角川にいらして今文藝春秋にいらっしゃるということで、こちらが編集された本ですかね。そうですね、担当の本を今日持ってこさせていただきました。まず宮島、こっちからどちらからでも。じゃあまずこの藤田真央さんの指先から旅をする、これ我々しらすというチャンネルでみんなで読んで、もうみんなが感動した。嬉しい。いやこれ藤田真央さんという今25歳のですね、いやこんな天才もう多分この後日本に生まれないんじゃないかなっていうぐらいの、世界的なピアニストの方で、で茂木先生にも推薦コメントいただいた本でありがとうございました。これ黒岩さんが編集してるって僕知らないで読んでてものすごく感動してこのピアノのちょっとこのピアノのエピソードちょっとご紹介いただいてよろしいですか。これちょっとこれ撮ると、そのフランスのこれよくね合成ですかって言われるんですけど、これ実際にフランスのですねラロック・ダンテロンっていう、村ですね、コミューンで撮ったもので、これすごい良かったなと思うのが、もともとここで音楽祭が開かれてるんですよ。でこの音楽祭で前年度の音楽祭がこういうふうにピアノが外にあったので、こういうところで撮りたいなと思って藤田さんと一緒にここに行ったんですけど、そしたら「いや今年からコロナだからそんなピアノはない」って言われて「いやもう終わった」と思い、わざわざ日本から来たのにと思ってもう会社になんとか出張申請こぎつけて「いやこれ撮りに来たのにな」と思っていう話をしたら、そこにいたその音楽祭のメンバーフランス人の方々が「分かった」みたいな。あなたがわざわざ来たならっていうかもう真央の音楽のためならって言ってピアノを運んでくれたんですよ、その室内から。で砂ぼこりが立ち上ってる中、結構いいピアノなんですけど、こうやってみんなで
なんだろうな、こう森の中にピアノを設置してくれて、ほらできたでしょってこうなんですかね、柔軟さって多分日本だったらそれありえないなと思って。そうだよね、普通に考えてね。そうですもうしかもそれ30分後にコンサートで使うピアノなんですよ。いやすごいね。日本だったらありえないんですよ。ただそれと同時に藤田真央さんという人が本当に愛されてる人。そうなんですそうなんです。でなんかもう、いやお礼はっていうと、いやいやもう真央の素敵な本になればいいわっていう、藤田さんの愛され方もですし、やっぱり文化ってものへの文化音楽にそう対するリリスペクトスペクトががあるなとは思いましたね。藤田さんってなんであんなに愛されてるんですか。いやちょっとこう魔性ですよね、音楽性的にもこうちょっと魔性ですけど、ありがとうございます。キャラクターとしてもこれ裏にねこういう藤田さんのまたなんかまで我々の前ではなんか中学生みたいなっていうのニックネームが中学生ってひどいんですけどなんかこうそうなんですよね、ギャップがすごいある方ですよね。ビジュアルとかは確かにこうちょっと童顔な幼いちょっと天使系ですよね。天使系のビジュアルですけど、手もそんなに大きくないんですよね。こうなんか丸っこい感じの小さな手されてるんですけど、弾くとすごいこう老練なというとあれですが、ピアノの音作りはかなり老快ですね。音作りっていう意味ではびっくりしたんですけどアルゲリッチの大演アルゲリッチの大演で藤田真央が出てきて納得されちゃうってすごくないですか。しかもなんかこれ私も藤田さんとご一緒して初めて知ったんですけど、大演って本当に2日前とかに来るんですって。で2日前に電話かかってきて今まで弾いたことない曲のこととかもあるんですよ。それでアルゲリッチのために集まったお客さんを納得させ、なんだったら来年は真央の曲を聴きたいみたいなことを言わせて帰っていくっていう、ちょっとこうこれが天才かってこうチープな言葉ですけど、この本はじゃあもう編集者としてとてもいい仕事されたという感じですかね。なかなかこういう才能には出これもともと連載ですよね。で前半部分は最初語り下ろしで私が書いてたんですけれども、途中からご本人が自分で書きたいとおっしゃって、いや結構編集者的には悩むポイントなんですよ。正直こう本としてのまとまりがどうかとか、あと書き手としてもちろんピアニストとしてのプロの方なので。と思ったら文章が本当にお上手で、そうですね。ちょっと天は二物を与えるってこういうことかっていうのと、あと聞き書きじゃないので、もうなんですかね、ご本人のなんかこう深層心理みたいなのもしっかり入っているんですよね。ちょっとそういうの奇跡的な本になったなとは思いますね。そして僕聞いたところによると、そのピアニストって実はうまいか下手かじゃなくて、この人の演奏をもう一回聞きたいと思うかどうかというところがプロとしてはすごく大事で、まさに藤田真央さんってそういうもう一回聞きたいと思う方だと思うんですが、その意味で、宮島美奈さんの婚活マエストロ、この方はあれですよね、成瀬は天下を取りに行くで、大ブレイクされて、この方ってあれですよね、この方の作品をもう一作読みたいと思わせる作家さんですよね。そうですね。まさに今おっしゃっていただいた成瀬は天下を取りに行く、これが2024年の本屋大賞っていう、文学界の中で一番のお祭りなんですが、1位を取られた方で、本当成瀬フィーバーっていうのが続いた中、これは確かに宮島さんで成瀬の作品は2作書いてらっしゃるんです。でこれが3作目なんですけど、3作目に何を書いていただくのか、成瀬以外を何を書いてもらうのかっていうのはすごい迷うところで、そういう意味ではちょっと成瀬とは違うけれども、宮島さんの新しい魅力を出せた作品かなとは思うんですよね。これなんか大変売れてるということで。いやそうなんです。ありがたいことに。これどうなんですか。文藝春秋はもちろん芥川賞直木賞を持ってるわけですけど、その売れるということと、批評的評価、作品としてのクオリティっていう、ここら辺って編集者としてどう考えられる。まさにおっしゃるところで、おっしゃる通りですごい悩ましいんですよ。悩ましい。でやっぱり売れるものっていうのと、賞、しかもその賞によってもカラーが違うんですけれども、文学賞で評価されるものっていうのが必ずしも一致してるわけではないと思うんですよね。でそれはこう、編集者的にはすごく悩ましいところであるんですが、やっぱりどっかで賞だけが全てではないし、売り上げだけでは全てではない、当たり前のことを言ってるんですけれども、っていうところのバランスを取るっていうところと、あと一番大事なのは作家さんがどうしたいかっていうところをすり合わせは一番大事かなと。これ大事ですね。売れたいのか、それとも質の高いものを書きたいのかと。でさらにはこれ結構こうしっかりお伝えしたいなと思うのは、賞を取っているものがいい作品とも限らないっていう。これは別にそうなんですよ。別にいい作品ってこれはすごい難しいところなんです。難しいところですね。でよく直木賞
まあ、例えば純文学で芥川賞って、文芸界のある種のこうなんですかね、頂点みたいな言い方を捉えられることもあるんですけど、むしろ我々はそう思っていなくて、直木賞っぽさっていうのがやっぱりあるんですよね。で例えば他社さんがやってるところでは山田風太郎賞だったり、山本周五郎賞だったりいろんな賞がある中で直木賞っぽさっていうのが、確実にあり、そこにフィットした作品っていうのがまあ当たり前ですけど受賞する。でそれと直木賞を取ってるものが逆にいい作品だから直木賞を取れるかっていうのは全然違うところで、そこにいる9人の、9人ないしは10人の最終的な選考委員の方が直木賞にフィットするかどうかで選んでるっていう、そこはなんかこうずらしたくはないなとはすごく思っていて、っていうのもよくあるのは直木賞を取ることが目標にどんどんなっていくことも多いんですよ。それは非常に悩ましく。それでいうと最近ちょっとおすすめの本がありまして、プライズっていう村山由佳さん、この方は直木賞を取られた作家さんなんですけど、が書かれた直木賞を取りたくてしょうがない小説があるんですよ。話題になってますね。これ読むとやっぱりこう賞っていうものの、ある種の危うさと、それに飲み込まれていく作家さんの姿、そして一番は賞に飲まれていくのは編集者が飲み込まれていくんですよ。そうなんですか。飲まれていきますね。やっぱり担当してる作家さんの作品を賞を取らせたいって気持ちがある。それはありますね。特に文芸春秋に来る前の方がありました。そういう意味では私は直木賞に関わ角川の時にそうですね、関わってない時の方がやっぱり直木賞というものをどっかで大きく見すぎていて、これを作家さんと一緒に取るんだみたいな感じはあったけどで今インサイダーになると一応あくまで直木賞は直木賞らしさっていうのがあるなっていう、なるほど、ちょっとそういう意味でクールになりましたね。面白いですね。この藤田真央、そして宮島湊くれば才能とは何かって話をぜひ伺いたいんですが、編集者として才能ってどう思われます？何が才能なんでしょうか？いやこれ本当にでもなんか溢れてるなとは思っちゃうんですけどね。溢れてるんですか？藤田さんにしても宮島さんにしても溢れてるんですか？それどういうこと？溢れてるって、ご本人の中に溢れてる才能ってね、もうなんかこぼれちゃってるんだと思う。才能がある人ってそれどういうこと？才能って溢れてるの？もうこぼれちゃってる人みたいなのが確実にいて、持て余してるんですよ多分本当の。私もでも今日お会いした茂木さんとかもそうだと思うんですけど、茂木先生とかそうだと思うんですけど、溢れてるの？こぼれちゃってる。ポタポタって漏れてる。こぼれてる。で多分編集者の役割ってそれをこうかき集めてなんか一応パッケージにして出すっていうのが、多分藤田さんとか完全にこぼれちゃってましたもん最初にお会いした時。それで出会いの時ってどんな感じだったんですか？最初はもう私が勝手にファンで、お手紙を書いて、お会いさせてくださいって。最初はもう1回目はもうインタビューをさせてくれてて、で書ける方だともちろんわからないので、お会いしたら1時間のインタビューがもう全然終わらなかったんですよ。もうそれこそ言葉が溢れちゃっていて。でそれをじゃあ月に1回連載で伺いたいですっていうので連載が始まったんですけど、毎回多分藤田さんが感じていることといろんな時間的制約、元はいろんな制約で藤田さんが伝えられることのギャップがこうもう毎回足りないなみたいな、全て足りないなと思いながら。そうなんですよ。でも宮島さんも多分そうで、ご本人はなんかもう小説なんて書きたくないみたいなことたまにおっしゃるんですけど。言ってんの？そうなんですよ。いやもうね。なんで困ったことこんな売れちゃってんの？困ったこと出版界としては宮島さんに書いてもらわないと困るよね。困るんですけど、ただ宮島さんもやっぱりこうなんですかね、一つの作品では収まらなかったんだなとは思うんですよね。それ成瀬だけでも収まらなかったし、だからこうなんでしょうね、溢れちゃってる人っていうのはやっぱりいるなとは思いますけどね。じゃあ編集者の役割ってのはどういうことになりますか？その溢れてるものをパッケージ化して人が咀嚼しやすいものにするっていうそれがともすると賠償化になっちゃうんですよ。才能ってものが、よくやってしまうんですけど、濃い味付けにしたりとかつまんない味付けにしてこれですって出したりとか、あとこう前回と同じかき集め方をしてつまんないことにしてあって、だからもう私は基本的に売れない本って言いますか、つまらない本ができたら自分の責任だなと思ってやってるんですけど、柴田元幸さんが「The editor is always right」編集者は常に正しいっていうことをおっしゃってて、フィッツジェラルドの「グレート・ギャッツビー」なんかもかなり激しいカットがあったようですが、
これどうですか、作家にはいろんな思いがあって溢れてるんでしょうけど、編集者としてもうここはバッサリ切りましょうとか、そういうことはお伝えすることもある。もちろんご提案する時はありますね。あくまでもご提案なんですね。ご提案ですね。でもそういうの小説と小説の編集から入ってるからかもしれないですね。漫画だと多分ちょっと違う、編集者と作家さんの関係って多分違うとは思うんですけど、小説だとあくまでも小説家が最後決めるんですか？だと思います。もうその人の名前で出してるので、そういう意味ではかなり冷淡ですよね。あなたが決めることですっていうところはあるので、そう、最後はそうですね。ただもちろんそこに至るまでに大喧嘩もしますし、そこに至るまでにね。ただ編集者があなたがこう言ったからこうしましたって言われたら、私はちょっともう一回考えてって多分言うと思います。お伝えすると思います。それは多分関係性としても健全じゃないので。じゃああくまでも編集者はアドバイスをするだけで、アドバイスとか納得感のある答えを導くためにまで一緒に走る人っていう印象ですかね。保坂和志さんがデビュー作を送った時になんかちょっと字数が多かったらしくて、その時保坂さんが言ったことが僕は名言だと思ってるんだけど、いいですよ、どこでも好きなところで切ってくださいって言ったらしいんですけどそういう作家もいらっしゃいますね。保坂さんだからかな。いやもうなんだったらお任せですみたいな、文章もお任せですって方もゼロじゃないです。ただもう句読点の位置でさえ動かしたら許さんみたいな方もむしろいらっしゃいますし、でそれはもちろん作家さん、私も多分いわゆる担当作家さんで今30ぐらい多分担当作家さんいるんですけど、もう本当人によって違うんですが、ただ、逆に言えばもちろん作家さんが決めることではあるんですけど、本として我々が一番ベストな形で出せてるかっていう責任はこっちに完全にあるので、そこのせめぎ合いですよね。日本文学ってもちろん川端を終えてノーベル文学賞を受けた人もいますし、最近だと女性作家が海外では随分売れてますよね。で文豪と言われる方々って、それこそ太宰治なんか芥川賞が欲しくてしょうがなかったわけですけど日本の文学の現在地ってのはどのようにご覧になってますか？すごく2つあるかなと思って、ちょっと閉ざされてきた、閉ざされてきたと思うんですよ。でそれは海外から見た日本文学っていう意味では、やっぱりオリエンタリズムが求められすぎてたなとは思う。今まで、というか本来オリエンタリズムを意図されるべきでないところ、例えば分かりやすく言うとコンビニ人間、村田沙耶香さんのコンビニ人間、または川上美恵子さんの作品、または田原陽子さんの作品、非常に売れてる方々ですね。けれどもそのお三方がまとめて、田原さんちょっと越境文学ってあれですけど、例えばじゃあコンビニ人間と川上美恵子さんの作品がやっぱりオリエンタリズムっていう言葉がつくことが多いっていう現状は、果たしてそれがどうなのかな、幸福なことかは分からないってことですね。でもちろん本人たちが意図していることかどうかはさっぱり分からない。でだから今日伺いたいなと思ったのは、森先生がめちゃくちゃ今特に生きがい文脈で売れてますよね。売れてるじゃないですか。それってなんでだと思います？オリエンタリズムということもあるかもしれないけど、一方では人工知能っていう文脈もある気がするんで、やっぱり人工知能時代に人間がどうウェルビーイングを追求していくかっていうことで、ちょっとオリエンタリズムって文脈とはちょっと離れているところあるかもしれないんですけどね。それ例えば禅の文脈とかそういうのとはまたちょっと違う文脈でちょっと違うかもしれませんね。ところでさ、ちょっと今シフトしてきたけど、ここで実はちょっと大ネタ入れたいんですけど大丈夫ですか？お立場上、あくまで個人の感覚。最近僕ちょっと見てて感じてるのが村上春樹さんの海外での需要の仕方にちょっと変化があって、特に女性作家が出てきて後で村上文学の見え方がちょっと変わってきてるところがある気がするんですが、ジェンダー論的な意味でですか？そのあたりどう捉えてますか？やっぱりどうですかね。海外での需要っていうところ以上に、多分国内これごめんなさい、あくまで一読者としてお話しします。そういう意味では、春樹さんだけではなく国内にジェンダー論的な読み方っていうのがどんどん広がってきたんだろうなっていうだけの話だと思うんですね。その象徴的なのが春樹作品をどう読むかっていう。
でそれはまたジェンダー論的な読み方というよりもジェンダー論的な読み方をオープンにすること、それはこういう読み方がありますとか、私はこう読んでいましたっていうことを言えるようになってきたっていう意味で日本でそういう春樹さんの読み方が変わってきたように感じられるんだと思うんですけど、それが海外でその変化が起きてきたのより多分10年ぐらい遅いんだと思うんですよね。その変化、日本国内が。でその象徴が海外でも読まれている村上春樹作品の読み方が世界の潮流が日本に入ってきたみたいに見えるんだと思うんですけれども、それ自体はあの作品春樹さんの作品だけではなく起きてきた話だとは思うんですよね。昨年イギリスで大ブレイクしたバター、これはある事件を背景に起こってるわけですけども、やはりあれですよね、そのジェンダーっていうかその欲望とかそういうものについてちょっとやっぱ現代的な文脈がなかったらあそこまで売れなかったそれはそうだと思いますね。だと思いますけど、おそらくあとは面白いなと思ったまさにバターの作品は、日本で実際に起きた、女性犯罪女性が犯した犯罪のことを元にしているんですが、それ自体がですね女性の欲望バターに象徴される食べる欲望も含めての欲望に代替されて固くされてる作品なんですけど、やっぱそういうものが日本だと生々しすぎて、ちょっとまだアンタッチャブルだったんだと思うんですよね。もっと売れていい本だったと思います。多分バターって国内でもね、国内でももっと売れていい本だったと思いますし、もっとただ思ったよりもそこがこれなんか両方あるかなと思って、センセーショナルすぎると売れないっていううってなっちゃって売れないっていう問題と、あとは抽象度を小説っていうものから現代的なテーマを読み取るっていう所作自体がまだまだ日本には足りないのかなっていう、ちょっとそれは今の日本で足りないのかなっていう悲しい現実だなと思っていて、それは小説の編集をやっているとこんなに現代的なというかこんなに必要なテーマを扱ってるのにこんなに売れないんだっていう毎回モダニズムが日本にあまり入ってきてないってことあるんですかね。僕昨年僕のやってるしらすっていうネットのチャンネルでいろんなものを読んで、そのダンテの新曲はもう全員100点っていうでもその次の99点になったのが、バージニア・ウルフの東大へだったんですね、トゥ・ザ・ライトハウス、でそれ読んでみんなが本当に幸せな気持ちになったんですよ。で鴻巣百合子さんがそれすごく喜んでくださって日本語訳やられてますから、で東大へみたいな作品って僕たちが周りの仲間たちはすごく好きで読んでるんですけど、まだなんか日本のマーケットの中だと必ずしもウルフの東大へみたいなものってね、どう重要、そうですね、まだちょっと探ってる感じがありますよね。そしてそこの補助線が少ないですよね。補助線どう読んでいいのかの補助線も少ないですし、なぜ今読まねばならないのかっていうところの説明がまだまだ足りてないんだろうなとは思い、それは完全に出版社側というか業界側の責任も結構多いんだろうなと思うんですよね。一方ででも安藤芳生さんの「ディートピア」みたいにすごくアイデンティティ文学って言っていいのかな、ものすごいいろんなものがわーって入ってきてるものが芥川賞に選ばれたりしてますよね。もともと芥川賞っていうもの自体がそういうのを拾い上げるすくい上げる土壌がある賞ではある。ただそれは一定機能してると思うんですよ、芥川賞という意味で。で先ほどのやっぱり売れるものといい作品とっていう話にも多分つながってくると思うんですが、芥川賞って補助線の一つだと思うんですよね。それはいい例えですね。なんかこれは現代的なテーマで、あなた今日本に生きている自分たちにとっても切実なテーマが書かれているものですよっていう一定の補助線が引かれてると思うんですけど、それ以外のものを、例えばじゃあ古典だったりとか、海外文学だったりとかっていうのをどう読んでいいのかっていうのは本来であればここにすごく今読まねばならないものが書いてあるはずなのに、そこに補助線がないから手に取りづらいっていう問題は多分にあるんだろうなとは思っていて、でもそれは本来編集者というか、出版社がやるべき、出版業界がやるべき仕事なんだろうなとは思います。今どんどん本のマーケットがグローバル化してるじゃないですか。でそのあたりって編集してる中でどういう意識で？正直小説を書いていると
もっと広げたいという気持ちと、ただ日本語っていうところに守られてる業界でもあるんですよね。そのグローバリゼーションみたいなのをかなり感じづらくなっている業界であり、ただビジネス的には厳しいですよね、正直。そのままだとね、相当厳しいです。そこでちょっと伺いたいのは文藝春秋っていうとそれこそ芥川直樹持ってて、どうでしょうか、その従来その文体の美しさとか精緻さとかいうことを価値としてずっと言われてきていると思うんですけど、文学の本質って本当にそこだけにあるのかな、そこ以外のところもあるのかな。